ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、SixTONES ストロベリーブレックファースト from MTV アンプラグド SixTONES、 こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回の SixTONES の楽曲なんですけど、ストロベリーブレックファーストで合ってますか？ストタンの皆さん。僕最初ストロベリーブレイクファストっていう風に読んじゃってたんですけど、どっちなんだろう。僕がね、英語が弱いところがバレてしまうなって思ったんですけど、間違ったことをね言ってしまったら SixTONES にもストタンの皆さんにも申し訳ないので、ぜひねコメントで教えていただけたらなというふうに思います。そして今回のですね楽曲歌声分析したんですけれども、いやもう本当に幸せでした。もう歌声分析をしていて自然に笑顔になっちゃうんですよ。素晴らしすぎて。もう本当に幸せな時間を提供してもらえたなっていうふうに思ったんですけれども、そして映像の中にストタンの皆さんが映るシーンがあったじゃないですか。あのシーンを見てね、僕ねめちゃくちゃ感動しちゃったんですよ。本当にねもう涙が出るんじゃないかっていうぐらい感動しちゃって、そんなねちょっとねお恥ずかしいシーンも動画のね後半にあったりするんですけど、もう終始感動しっぱなしでした。それぐらい素晴らしい歌声を SixTONES が披露してくれていたと思います。そういった部分をどこよりも丁寧に細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは早速 SixTONES ストロベリーブレックファースト歌声分析 GO!かっこいいですね。なんかね、1970年代の洋楽ってイメージ。僕音楽をやり始めた頃はですね、この70年代から80年代の洋楽いっぱい聴いてたんで、すごく懐かしい感じがしますね。次いきますよ。いいね。カメラワークもね、しっかりとストタンの皆さんも映してくれてるところが、やっぱり愛を感じますよね。SixTONESとストタンは一心同体だよっていう風にね、言ってるような映像かなっていう風に思います。そろそろ歌い出しかな？いきますよ。こういうトリッキーな表現もジェシーさんならではって感じがしますよね。みたいな。やっぱり表現力がずば抜けてますよね。そして歌のフレーズなんですけど、バンドサウンドだから特にかな。歌のノリとバンドのノリが一体化することを音楽用語でグルーブって言うんですけど、ものすごくね、このグルーブしてるノリが出てる歌なんですよ。そこでジェシーさんどういう風な歌い方をしてるかっていうと、全体的に音を切るテクニック。もうね、ストタンの皆さんにはおなじみのワードだと思うんですけど、スタッカート。これを結構強めに使ってますね。もう一回聞いてみましょう。ほら。最後いいね。タッタラッタッタみたいな感じで音を切ってるんですよね。で、この音を切ることによって、音を切った後の音がですね、強い音、アクセントになるんですよね。で、そのアクセントが生まれるからこそ、このかっこいいノリが出てるんですよ。次いきますよ。いいですね。田中さんはジェシーさんとは逆で全体的に音をたっぷり伸ばす感じで歌ってますよね。
おそらくなんですけど、ジェシーさんがめちゃくちゃノリを強調したので、その雰囲気とはまたガラッと変えるために田中さんはあえてこの歌い方をしてると思います。田中さんもともとスタッカートの使い方めちゃくちゃうまいですからね。だからね、絶対ね、ここはあえて音を伸ばして歌ってるんですよ。こうふわっとした雰囲気が出て、すごく聴いてる雰囲気が心地いいですよね。もう一回聴いてみましょう。ほらほら。でね、胸の胸腔共鳴っていう声の響きがたっぷり使われている歌声なんですけど、音域が変わってもこの胸の響きがですね、全くぶれないんですね。で、胸の響きっていうのは声の太さだったり、男性が歌うと男らしさを感じるような声質にしてくれるポイントなんですよね。だから田中さんの声めちゃくちゃ男らしくてかっこいいですよね。で、胸の響きがメインなんですけど、声に色気を乗せたり、声質をコントロールするための鼻の中の響き、鼻腔共鳴、こちらもちょっと使ってるんですよね。だから男らしい声の雰囲気の中に色気も感じるじゃないですか。この胸と鼻を中心にした声の響きのバランスをうまく作ってるからこそこの雰囲気がね出てるんですよね。素晴らしいです。次いきますよ。いいね。このね、京本さんのララ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 みたいな感じでこう裏声に行ってからくるっとこう地声に戻すみたいな歌い方。これがね、めちゃくちゃセクシーですよね。これはおそらく京本さんの歌の中での癖的な部分だと思うんですけど、癖でこのテクニックが使えちゃうからものすごいですよね。で、声の響きの中心としては鼻になるのかな。京本さんの場合は全体のバランスがすごくいいので、胸腔、口腔、鼻腔、全部ね、同じぐらい使ってるんですけど、鼻にやや比重が寄ってる。そんな感じの声の出し方ですね。もう一回聞いてみましょう。最初のね、二言三言ぐらいはもう息みたいな感じでしたよね。ラララみたいな。こう、息から声の実音に徐々にこう変化していくことによって音量が徐々にこうグワッと上がってる感じがあるんですよね。これを音楽用語ではクレッシェンドって言うんですけど、こう徐々に音量が大きくなる。多分ね、小学校の音楽の時間とかで習うワードなんですけど、このクレッシェンドを使うことによって歌声にね、我々のこう耳がこうグイッと引きつけられるような雰囲気までありますよね。素晴らしいです。次いきますよ。わ、いい声。いや、このね、コーチさんの声、僕一番コーチさんの声の種類の中で好きな声質で、すごくこう少年のような無邪気な声質で、なおかつ明るいじゃないですか。この声ね、僕大好きなんですよね。で、コーチさんの声の出し方はですね、言葉をクリアにしたり、あとはですね、声量にも関係してくる口の中の空間、口腔共鳴、それと鼻の鼻腔共鳴。この2つをですね、メインに使っている歌声です。で、映像からだとちょっと確認できなかったんですけど、口角をですね、こう、上げて歌ってんじゃないかな、この声質の明るさは。声っていうのは顔の表情によってだいぶね、変わってくるんですよ。明るい表情で歌うと明るい響きになるし、暗い表情で歌うと暗い響きになるっていうね。表情の感情がそのまま声に乗るっていう言い方の方が伝わりやすいかな。ちょっとね、次コーチさんの表情も確認してみますんで、もう一回言ってみましょう。あ、ほらほらほら。前半ちょっとこう似てね、笑いながらコーチさん歌ってたと思うんです。その部分がね、やっぱりこう声の雰囲気が一番明るいポイントでしたよね。その後から口角を上げるのをやめたので、普通に会話とかをしているような声の雰囲気に戻ったんですけど、やっぱり顔の表情で声の雰囲気作ってるんですね、コーチさん。すごいです。次いきますよ。いいね。いや、森本さんもね、こう、裏声から地声にこう、くるってひっくり返すような歌い方をするタイプのボーカリストなんですけど、これがね、めちゃくちゃセクシーですよね。
そして森本さんのここのポイント、森本さんのここでのリズムの取り方が僕すごいなっていうふうに思って、楽曲自体ここでは半分の曲のスピードになるハーフテンポっていう技法が使われているポイントなんですよ。どういうことかっていうと、今までがタン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 、このテンポで進んできたのが、森本さんが歌ってるタイミングでですね、タンタン、半分のテンポになってるんですよね。で、半分のテンポになってるんですけど、森本さんは今までのテンポのリズムの取り方でリズムを取ってるんです。体がこう横にこう揺れてるような感じの動きをしてるじゃないですか。これでリズムを取って歌ってるんですよね。で、この結果、歌がどういう風になってくるかっていうと、疾走感が生まれてくるんですよ。実際の曲のテンポの倍のテンポでリズムを取ると、前乗りって言われるほんのちょっとだけリズムがこう速くなるんですよね。このちょっとだけ速くなったリズムが疾走感につながるっていうすごいポイント。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。こうタタタタみたいな感じで体動いてますよね。この体の動きがそのまま歌声のリズムになって出ているっていうね、素晴らしいポイントですね。次行きましょう。いいですね。で、後半のね、この明るい響きの声質、すごく温かい雰囲気がしますよね。で、さっきコーチさんの時に言ったように、森本さんもここで笑顔で歌ってるので、そのまま明るい雰囲気が声に乗ったっていうポイントですね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。必要ないっていう感じでこう、笑顔の雰囲気がそのまま声に宿ってる感じしますよね。いやー、いい声ですね。次いきますよ。いいね。素晴らしいね。やっぱこのリズムで歌の雰囲気を変えていくっていうのがもうなんかストーンズの素晴らしいとこですよね。前半でもジェシーさんと田中さんの歌のパートが切り替わる時でもジェシーさんがスタッカート強めで田中さんがスタッカートはほぼ使わない、このリズムの違いで雰囲気の変化を表現したっていうポイントで、今のところも森本さんが前乗りで疾走感を出した歌に対して今度松村さんはですね後乗りで歌ってるんですよね。リズムを大きく取ると今度はほんのちょっとだけ歌のリズムがですね遅くなるんですよ。そうすることによってゆったりとした雰囲気がですね歌に乗ってくるんですよね。ここがまさにそのポイントです。いやーすごいね。もう一回聞いてみましょう。ほらかっこいいね。で、松村さんの声質はすごくこうクールっていう感じじゃないですか。顔の表情がほぼ動いていないんですよね。なのでこういったクールでかっこいい感じの歌声になってるんです。いやー、歌の魅力盛りだくさんですね。まだサビ来てないんですよ。うわ、これはね、サビが楽しみです。次いきますよ。いや、めちゃくちゃかっこいいですね。裏声と地声をこう行ったり来たりするような歌い回しだと思うんですけど、裏声で美しさを表現、地声でパワー感を表現みたいなね、美しい強い、美しい強いみたいな感じで、歌の素晴らしい魅力がね、こう交互に来る感じがたまんないですね。もう一回聞いてみましょう。いやー、今ちょっと声がガラガラしちゃいましたけど、いや、めちゃくちゃかっこいいですね。で、やっぱりね、歌声分析最初の方にも言いましたけど、どことなくやっぱり懐かしい感じがするメロディーで、僕ね、すごい大好きです。自然と笑顔になっちゃうっていうか、そんな雰囲気ありますよね。次いきますよ。うわ、かっこいい。ここがまさにですね、先ほど田中さんの時に言った胸の響き、ここがね、ものすごいたっぷり使われてます。
ララ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 ラみたいな。僕がやるとね、こういう感じの声になるんですけど、超かっこいい声でしたね。もう一回聞いてみましょう。ほら。いいね。もううなっちゃうぐらいかっこいいですね。で、この音域結構高いんですよね。中高音域ぐらいかな。そこでこの胸の響きのキープ力素晴らしすぎます。声ってやっぱり高くなるとどうしても胸の響きが薄くなって鼻の響きが多くなってくるんですよ。で、逆に低い声になってくると鼻の響きが薄くなって胸の響きが多くなってくるっていう感じで、だから低い声の方が太い声が出るし、高い声の方が細い声が出るっていうね、これが自然の原理なんですけど、この音域でこの胸の響きのキープ力はね、ものすごいですよ。僕はあそこまでキープできないな。素晴らしいです。次いきますよ。今のところは田中さんがメインで歌っていて、1オクターブ上でジェシーさんが同じフレーズを歌ってるっていうポイントでしたね。オクターブっていうのはドレミファソラシドの下のドと上のド、この音関係がオクターブって言います。で、1オクターブだとドレミファソラシド、この関係だし、2オクターブだとこれ2つ分になります。ストーンズの歌声の表現の一つとして僕はこのオクターブっていう表現ってめちゃくちゃ使われているというふうに思っていて、このオクターブの使い方がですね、ストーンズってめちゃくちゃかっこいいですよね。もう一回聞いてみましょう。かっこいいかっこいい。こうね、ワンフレーズだけオクターブ使うっていう使い方もいいですよね。ストーンズの楽曲のサビでは結構全体的にオクターブっていうのも多くて、それもね、それでかっこいいんですけど、こうね、ポンとね、小出しにしてくるっていうのもね、かっこいいですよね。次いきますよ。大好きだ。この曲僕大好きだ。本当に昔の洋楽を聴いてる感じでね、すごく嬉しくてね、ニコニコしちゃいますね。そしてね、やっぱりね、ストーンズのこの歌のね、統率力があるからこそこのかっこよさが生まれているというふうに僕は思っていて、リズムがですね、めちゃくちゃ揃ってるので、こうグループとかで歌う時によく出ている声のよどみみたいな成分が限りなくゼロに近いんですよね。これがね、すごくね、僕はかっこいい魅力だなっていうふうに思うんですよね、ストーンズの。相当追求しないとこの域まで僕はいけないっていうふうに思ってるので、やっぱりね、ストーンズの皆さんのね、努力の背景が見えますよね。素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。いいね。裏声もすごく綺麗だしね。で、裏声なんですけど、これ多分ね、全員が全員同じ裏声を使っていて、ミックスボイスって言われる地声と裏声の中間の声で、ここはやや裏声に比重が向いてるみたいな、そんな感じの声なんですけど、単純な裏声って、はーみたいな、こういうちょっとね、弱々しいような感じの声が本来の裏声なんですけど、ここに地声の要素を足すんですよ。ラララみたいな。これ地声の要素って何かっていうと、胸腔共鳴の響き。これですね。あとは正確に言うと、こう声帯の使い方がちょっと地声と裏声とはまた別の使い方になってくるんですけど、でも簡単に言うと裏声に胸腔共鳴の響きを多めに足してあげることによってパワーのある裏声を作るっていう感じなんですけどね。多分この裏声を使ってるんですよ、ストーンズの皆さんは。だからこそ美しくもありパワーもあるっていう裏声になってるんですよね。超かっこいいですよね。もう個人的にね、僕今からすごいことを言っちゃいますけど、本当にアイドルかなってね、思っちゃいますよね。これはもうストーンズの歌声分析動画を最初に公開した僕が僕じゃないみたいだと思うんですけど、それをね、歌声分析した時から実は思っていて、もう歌専門にやってる人並みにみんなね、歌の知識もあるし、歌も上手いんですよ。
だから僕は SixTONES をアイドルとして歌声分析してないです、僕は。じゃあどういう目線で見てるかっていうと、6人のボーカリスト、これですね。もう本当にね、うまい、みんな。もう一回聞いてみましょう。最高ですね。いやー、かっこいいね。本当にね。次いきますよ。お、ここはめちゃくちゃかっこいい感じのコエスチョイスでしたね、コーチさん。ラララこんな感じかな。あ、なるほどね。今自分で出してみて分かったんですけど、さっきの無邪気で優しい感じのコエスと何が変わったか。鼻の響きがですね、少なくなって、口の響き中心に変わったんですね、ここのポイントで。いやー、すごいコエスコントロールだ。もう一回聞いてみましょう。あ、今聞いてみたらちょっと訂正しますね。口中心って言ったんですけど、口が6割の胸4って感じかな。胸の響きも増えたから、かっこいい感じがプラスされたっていうのもあるんですね。なるほどね。すごいね。感動しました。次いきますよ。かっこいい。こうやって終わるんだね、サビがね。超かっこいい。で、また、ウォー、ウォー、ウォーになるんですね。サビ終わりからもう一回聞いてみましょう。あ、で、ジェシーさん今、すごくさらっと楽に声出してるじゃないですか。これね、男性だと結構高い音、多分ね、出ない人もいるレベル。それを喋ってるがごとく、リラックスした感じで歌ってるのがね、すごいですよね。ここは先ほど言ったミックスボイスっていう声を使ってます。これがまさに地声と裏声の中間って感じの声かな。その声を胸でしっかりと支えてるんです。うわーこんな感じかな、僕がやると。もう一回聞いてみましょう。かっこいいね。もうね、自由さがかっこいい、ジェシーさんの歌は。もう何でもできちゃいそうな、王者的な雰囲気が声から漂ってますよね。それがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。伝わるかなこれ。なんかね、今回もめちゃくちゃテンション上がってます。やっぱこういうね、ライブ映像はテンション上がりますね。しかも、アコースティックバンドが演奏しているライブじゃないですか。僕ね、アコースティックとかも結構好きなんですよ。だからね、ほんと最高に楽しいです、今。次いきますよ。ほらほら。ほらほらほら。田中さんのラップ、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、1番の時に僕、田中さんの歌声分析の時に言った言葉、皆さん覚えてますかね？田中さんはスタッカートの付け方もめちゃくちゃうまいっていう風に言ったと思うんですけど、ここがね、まさにそれがわかるところですね。このラップ、全体的にめちゃくちゃ強いスタッカートを使ってます。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ほらほらほら。全体的に歌の雰囲気が、ラップの一つ一つの音が引っかかってるような雰囲気あるじゃないですか。これしっかりとスタッカートを使ってるからこそ出る雰囲気なんですよ。プラス、子音をですね、全体的に強めに発音してます。子音を強めに発音することによってアクセントが生まれてきますので、躍動感にもつながってくるしね。超かっこいい。次いきますよ。やっぱ田中さんのラップめっちゃかっこいいですよね。声も男らしくてかっこいいし、うっすらビリビリした質感、シャウトボイス、これも入ってるんですよね、声に。だからね、男性の歌声のかっこいい要素がめちゃくちゃ詰まってるんですよ、田中さんの声っていうのは。特にラップね。いやー、これ相当声の出し方とか研究したんだろうなっていうふうに思います、僕。未だにシャウトボイスってうまくできないんですよ。もう3年とか4年ぐらい練習してるんですけど、
低い音域だったら出るんですけど、高音のシャウトボイスがすごく苦手っていうかね、もうほぼ出ないです。今も練習中なんでね、もし出せるようになったら何かの形でねお披露目したいと思うんですけど、いやーこの表現力すごいですね。次いきますよ。なるほどね。ここはなんかあれなのかな、メンバーとのコール&レスポンスなポイントだったのかな。こういうユニークなポイントもあるのがね、ストーンズの曲のねいいところですよね。こうほっこりしますよね。次いきますよ。やっぱリズム感もすごくいいんですよね。今ドラムが後ろでなんかこうバタタタタタンとかいう風なフレーズ、これを音楽用語ではねフィルって言うんですよ。これね覚えても覚えなくてもどっちでもいいんですけど、多分ねなかなか出てこないワードです。こうセクションの変わり目とかでこのドラムのフィルっていうフレーズが入るんですよね。基本パターンがドンパンドドパンとかだとしたら、フィルはタカトゴトゴとかそういうやつです。昔はねこういうのをなんかおかずって言ったりしてる人もいたんですけど、最近の人たちは多分ね言わないと思う。僕よりも年齢が上の人たちはね、ちょっとドラムそこでおかず入れてとかなんかそういう風なやり取りをしてるのを聞いたことがあります。僕はね言ったことがないです。だって英語使った方がかっこいいから、そこをちょっとフィル入れてみたいな。絶対こっちの方がかっこいいでしょごめんなさい、ちょっとね話脱線しちゃいましたけど、今のそのフィルのところのリズムに田中さんのリズムがねこうねかっちり合ってるんですよね。そこがねめちゃくちゃかっこよかった。もう一回聞いてみましょう。ほら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 、スパタタタタとかいうところに言葉の一つ一つの粒がですねパチパチパチって合ってるんですよね。これがねすごい、本当にすごいね。本当にアイドルかって思っちゃうでしょ。絶対ねこれはねもう歌専門にやってる人並みのテクニックなんですよ。いやーやばいね。芸能の活動もしながらこの歌のスキル本当に恐ろしいです。いい意味で。次いきますよ。うわすごいね。最初ねこれね裏声から入ってるんですよ。ここでいう裏声っていうのは裏声成分の多いミックスボイスのことなんですけど、そこから徐々に地声成分を増やしていって最終的には地声にするっていうね、このテクニック、これはねもう本当にね神です神テクニック。もう一回聞いてみましょう。ここ裏声、ほら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 、最後のフォーフォーのところは鼻で声を抜いて柔らかい雰囲気になりましたけど、裏声地声みたいなで鼻で抜いて柔らかくしてフレーズを締めるっていうね、本当にやばい歌い方です。ここは。いやーすごいね。次いきますよ。うわ、いやここの色気、森本さんのやばくないですか。全体的にあれかな、息の音を声に混ぜるウィスパーボイス、これを使ってるからすごく色気が出てんのかな。もう一回聞いてみましょう。あ、そうだね。そうだね。うっすらウィスパーが入っていて、で声を鼻で多く抜いている感じですね。いやー森本さんの表現力も幅広いですよね。すごいです。次いきますよ。で追っかけの京本さんの歌声がかなり強い地声の声ですよね。胸の響きをすごくいっぱい使った強い声。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、My eyes みたいな歌詞合ってますかごめんなさいね。僕ね雰囲気で結構歌っちゃう癖があって歌詞間違ってたらごめんなさい。すごく強い地声でかっこよかったですよね。でここはあえて京本さんの癖的なこう裏声から地声にひっくり返す、これを使わずにストレートな歌声って感じでしたよね。こういう歌声もねすごくかっこいいです。次いきますよ。
ここなんかちょっと声明るいですよね、松村さんの声が。その理由としてはですね、おそらくなんですけど、1番で歌った時よりも鼻に入れている声の量が増えたんですよね。で、鼻に声を多く入れると声質って明るくなるんですよ。こうニコって笑った時になんで声が明るくなるかっていうと、鼻に入る声の量が増えるからなんですよね。なので表情を変えなくても鼻の声の量を増やしたり減らしたりすることで声質を明るくしたり暗くするっていうことも可能なんですよ。松村さん今そのテクニックを使ってますね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、ちょっとよく聞くと鼻声っぽいようなニュアンスが混ざってる感じしますよね。ほんと細かい部分なんですけど、いやすごいね。みんなそれぞれ幅広い技術を持ってますよね。これね、気づいた瞬間めっちゃテンション上がるんですよ。わ、見つけたみたいなね。宝探しをしてるような気持ちです、僕は。次いきますよ。で、高いところはですね、先ほどの鼻に多めに声を入れた状態で、プラスアルファ胸の声の響きを多くして強い地声感を表現してます。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、必要ないのあたりとか特にこう声の圧力が高まってる感じがしますよね。これは胸の響きが増えたことによって地声感が増幅してるっていうことなんですよ。いやー、このコントロール力もすごいな。次いきますよ。もうね、ニヤニヤしちゃう。どうしてもニヤニヤしちゃう。今ね、途中でね、我慢しようと思ったんですけど、ダメだね。我慢できないぐらいのかっこよさです、今は。今回はコーチさんメインのジェシーさんがオクターブ上、このパート多いですよね。で、今、コーチさんの声なんですけど、前半はかっこいい感じの声質チョイスで、後半徐々にこう音域が上がっていくじゃないですか。この上がったところで明るい声質に変えてるんですよね。いや、このフレーズの途中で声質を変化させるテクニックもやばくないですか？もう一回聞いてみましょう。そうそう、来る。ほらほら。Make it love みたいな。音が高くなったところで声質が明るくなってくると、こう一気にね、こう世界がバッとこう広がったみたいな雰囲気ありますよね。で、こっからサビが始まるんでしょ、きっと。最高の締め方じゃないですか、今のコーチさんの歌声。じゃあサビ行ってみましょう。もうね、なんか自然に体が動いちゃいますよね、このサビのメロディーとリズム。今メロディーって言えました？今メロディーって言った気がして、今ちょっとドキッとしたんですけど、喋った直後。メロディーね、メロディー。メロディーじゃないですよ、メロディー。いやー、楽しいね。ほんと楽しいです。次行きますよ。いいね。なんか今回僕の気のせいかな、松村さんの声がいつも以上に男らしく聞こえるんですよ。で、これ歌的にどういうことかっていうと、いつも以上に胸の響きをいっぱい使ってるような気がして、これ勘違いかな、なんかね、そんな気がするんですよね。もう一回聞いてみましょう。なんかやっぱりいつもより声太いですよね。ライブならではってことかな。なんかライブのね、その時の雰囲気によって、歌い手って特にそうなんですけど、やっぱテンションによって声の出し方がいつもと変わっちゃう瞬間があったりするんですよ。で、いつもよりめちゃくちゃ調子がいいっていう時もあれば、いつもよりめちゃくちゃ声が出しづらいっていう時もあるんですけど、僕はね、今回の松村さんの声も大好きですね。超かっこいいです。次いきますよ。そうそう、この低音域を出している時の響きが
すごくこう高いところまで使われているっていうかね、この低いところの声の出し方とか雰囲気はいつもの松村さんだと思うんですけど、その雰囲気が地声で出せる割と高い音までキープされてるっていう感じです。これね、すごい難しいテクニックですし、超かっこいい声ですよね。次いきますよ。このね、やっぱね、声の混ざり具合が美しすぎますね。よどみゼロですね。先ほどね、よどみが少ないって言い方しましたけど、よどみゼロ。もう本当にね、澄んでる。すごく澄んだ歌声。やばすぎますね。次いきますよ。今回の森本さんの声はもう癒し系ボイスですよね。すごく甘くて色気があるというか、いつもよりも声がね、若干明るいんですよね。ここがポイントかな。もう一回聞いてみましょう。あと今聞いて気づいたのは、いつもの森本さんだったらララ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 みたいな感じで全部音をしゃくって歌ってると思うんですけど、このポイントはですね、ララララみたいな感じでしゃくりをあまり入れてないんですよね。ストレートに一つ一つの音を大事にして歌ってるというか、それがここのポイントでの森本さんの魅力がこうね、溢れている理由の一つなのかなっていうふうに思いました。次いきますよ。なるほどね。これジェシーさんが歌ってるけど、もっと違う声が聞こえるのはバックコーラスの方か。ここのポイントは。SixTONESのメンバーで歌ってるのはジェシーさん一人ってことだよね。ここのポイントはね、さっきは違ったと思うけど、もう一回ジェシーさんの歌始まりから聞いてみましょう。かっこいいね、この合いの手。で、ジェシーさんもここのポイントは鼻に入れる声を多くして全体的に声を優しく柔らかい感じにしてますよね。次いきますよ。なるほどね。ジェシーさんがメインで歌って他のメンバーが合いの手で支えるってところか。で、前半は優しい声使ってたんですけど、後半はすごく強い声に変化しましたよね。次はどんな表現が待ってるのか楽しみになってきますよね。いきますよ。これが続く感じで、ストタンの皆さんとコール&レスポンスとか始まるのかな。なんかそんな空気感がね、漂っているような気がするんですけど、どうなんだろう。いきますよ、次。違った。ごめんなさい。全然違う見当外れなことを僕言ってましたね。ごめんなさい。田中さんのかっこいいラップが始まりました。なので田中さんのラップ最初から聞いていきたいと思います。ほら、さっきうっすらビリビリした質感が入ってるっていう風に言ったと思うんですけど、今もその声使ってましたよね。多分ここのラップ、その声いっぱい使ってくれるような気がします。次行ってみますよ。ほらほら。ビリビリしたっていうか、こうザラザラしたような質感って感じかな。ハスキーにも聞こえるし、シャウトにも聞こえるしっていう。で、結構激しい感情を表現したいときはシャウトを使ったりとか、すごくね、細かく声質コントロールをして田中さんって歌うんですよね、ラップを。それがすごくかっこいいポイントだなっていうふうに僕は思ってるんですけど、まだまだ田中さんのラップいっぱい披露してくれそうですよね。次いきますよ。ほらほら。なんだとか、今シャウト入ってましたよね。今のとこもう一回聞いてみましょうか。超かっこいい。ほら、もうね、いっぱい入ってて解説しきれないんですけど、こうシャウトを使って激しい感情を表現した後に、シャウトを使わないナチュラルな声になった瞬間に、こうね、ふっと緊張感が抜けた感じがして、で、またシャウトが始まるとかっこいいっていうね、緊張感がっていう、この緩急がついたラップっていうんですかね。超かっこいいですよね。
次いきますよ。かっこいいね、これ。田中さん推しのストタンの方たまらないんじゃないですか、ここのパート。めちゃくちゃかっこいいラップがすごい長い時間楽しめて、僕も今テンション上がってますもん。超かっこいいですね。わあ、これはいいもの見れました。次いきますよ。あ、なるほどね。ラスサビか、ここが。だから、上でジェシーさんがフェイクを歌うんだな。ラストの大サビのジェシーさんだったり、京本さんのフェイクって、結構ストーンズの一つの色だっていうふうに僕は思ってるんですよね。聞きどころの一つみたいな。だからね、今回もやってきましたね。どんなフェイクを披露してくれるんでしょうか。次いきますよ。ごめんなさい。なんかちょっと思っちゃうと違いました。最後のサビは全員で同じフレーズを歌って上でフェイクを歌う人がいるっていうふうに思ったんですけど、ちょっと違いましたね。ごめんなさい。てか皆さんはもうあれか、多分何度も見てるから流れは知ってんのか。鶴さん何言ってんの、そんなの来ないよとか思われてたりして、うわ恥ずかしい。ちょっとね、冷静になります。ごめんなさい。やっぱりこうね、先走って予想するのはあんまり良くないかもしれないですね。京本さんの歌い出しから流していきたいと思います。なんか京本さんのここの声もすごく男らしさがいつも以上に増幅してるかなっていうふうに思って、やっぱなんかみんな今回胸の響きがですねすごく強いですよね。やっぱり衣装が大人っぽいスーツってのもあったり、アコースティックなアレンジでライブをやってるっていう、こうちょっとね言ってしまえば大人っぽい雰囲気のライブなのかなっていうふうに僕は思うんですけど、そこに歌声を合わせてるってこと、もしかしてだとしたら相当やばいですよね。そんな細かいところまで雰囲気を作ってるのかって、まあこれはねあくまで僕の推測なので本当かどうかは分かんないんですけど、いやもうそうだとしたらすごいな。次いきますよ。ほら、おーイエーみたいな感じの声でしたよね、今。これはね、胸の響きと、あと喉をあくびの状態に近いような形作りで歌ってるんですよね。あくびって、はぁってなるじゃないですか。これを歌で使うと、おーイエーこういう感じの声になります。で、これはポップスとかよりも、どちらかというとクラシックとか、オペラとかいう声楽の声の出し方に近いような発声方法なんですけど、歌の基本スキルとしてはやっぱりポップスとかよりも声楽の方がですねレベルがはるかに高いって言われてます。京本さんはそういったクラシックとかのボイストレーニングとかやってたりするのかな。なんかそんな気がしますね。詳しいストタンの方ぜひねコメントで教えてください。次いきますよ。いやー今ね前半ライブを見ているストタンの方が映っていたじゃないですか。幸せそうな顔ね、ほんと嬉しいんだろうなっていうふうに思って、僕今ちょっとね感動してなんかねちょっと涙が出ました。いいなっていうふうに思った反面、おめでとうっていうふうに思えちゃって、なんかねすごく嬉しかった、あの表情が見れて、ストタンの。だからねあの表情を見て、いや本当に生で見たストーンズのライブって素敵なんだろうなっていうふうに思いました次いきますよ。いいね。最後はジェシーさんが歌うんですね。なんかいつもよりジェシーさんの歌パートが今回少ないなっていうふうに思ったんですけど、最後やっぱいいとこ持ってきますよね。なな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 みたいな。この声も全体の響きのバランスすごくいいんですけど、鼻がやや多い感じですよね。で、声をちょっとだけこうね、斜め上にポーンってこう放るようなイメージで
歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。イケメンボイス。超いい声ですね。てかこの声聞いたの初めてかもしれないですね、僕。最初声が聞こえた時に誰だろうって一瞬思ったんですよね。で映像を見てジェシーさんが歌ったから、ああジェシーさんか、さすがだなっていうふうに思ったんですけど、よくよく考えてみたら、あれジェシーさんこの声僕聞いたことないなと思って、多分ね僕が気づいてないだけでまだまだいっぱいいろんな声持ってますよね、ジェシーさん。ぜひねジェシーさんのおすすめの声、おすすめの曲教えてください。次いきますよ。こっからアウトロですよね。毎回思う。ストーンズの楽曲のアウトロはね、すごく寂しい気持ちになる。終わっちゃうから。そう思ってるストタンの方もね、いると思うんですよ。終わらないでっていうふうにね、思ってる方。それぐらい楽しい気持ちにさせてくれますよね。本当に嬉しいです。次いきますよ。かっこいいなぁ。こんな時になんなんですけど、実際このライブ見た方で僕の動画見てくださってる方っていますか？いや、これすごいいいですよね。この距離感でストーンズが見れて、しかも会場もいつもストーンズがやってるライブの会場の規模に比べたら、こう少人数に限定されたような感じの会場じゃないですか。多分音もすごく聞きやすいと思うし、生声ももしかしたら聞こえるかもしれない。最高だと思うんですよ、僕は。なのでもしこのライブをですね、実際に見た方が僕のこの動画の最後のこの辺まで見てくださっていたらですね、ぜひコメントで教えてください。どんな雰囲気だったのかを僕はめちゃくちゃ知りたいです。なのでお願いしますね。次いきますよ。あ、終わりか。うわー、めちゃくちゃ良かった。以上、ストーンズストロベリーブレックファースト歌声分析はここで終了です。いやー、何ですかこの最高なライブは。いや本当にね、終始楽しくてですね、何度話が脱線したことやら、歌声分析からね、もうそれぐらい魅力のある歌声、魅力のあるパフォーマンスでした。いやー本当にね、生で見てみたいですね。そして先ほども言いましたけど、会場でこうね、幸せそうな顔でストーンズを見てるストタンの皆さんの表情がですね、本当に見てるこっちとしてもね、嬉しい気持ちにさせてくれるような幸せな表情をしていてですね、僕はね本当に感動しましたよ。そしてストーンズが本当に素晴らしいアーティストなんだなっていうことをですね、再認識しました。これからもストーンズ全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。